こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、今日は6月の星読みです。最後に12星座別のアドバイスもつけたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずですね、今年6月は木星が蟹座に移動して、火星が乙女座に移動して、金星が牡牛座に移動して、太陽はもちろん、双子座に移動する。こう天体のサイン移動が相次ぐ。そういう感じですね。特に開運天体である木星の移動。ということは、幸せの場所、開運の場所、拡大の場所が変わる6月ということになります。ということで、チャンスの場所とピンチの場所が入れ替わりますから、やっぱりしっかりと星読みをしておきたい6月ということになります。一応ですね、6月の天体の動きを最初に、見せておきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。いつものように1回シェアしましょうか。これが分かりやすいので、こんな感じ。内側が、6月の1日ですね。太陽が7度から始まりまして、そして7月の1日までに、蟹座の9度までに、動く。こういう感じです。これ今、ちょっとさーっと言いますと、太陽は21日に蟹座へ移動します。そして月はもちろん、一周するわけですけれども、11日が射手座の新月で、25日が蟹座の新月。そして水星は9日に蟹座に移動して、27日に獅子座へと、3つのサインを動きますね。そして金星は6日に牡牛座に行って、ずっと牡牛座ステイ。火星も動きます。17日に乙女座へ。これも大きな出来事です。そして言ったように、木星は10日に蟹座へ移動します。土星はずっとお羊座。天王星は、お牛座。海王星はお羊座。冥王星は水亀座で逆行中ということになります。で、大事なのは拡大と、学びの天体でもある木星が1年に1度だけサインを変えるわけですけど、今年はそれが6月。ということは、人生であなたが拡大したいもの、したくないものっていうテーマにおいて、これが一番シンプルな夢を叶えるか、嫌な人生になるかっていうテーマだと思うんですけれども、このテーマにおいて最も大きなエネルギーシフトが起こるというのが6月っていうのは間違いありません。木星の移動の月に生活とか仕事や人間関係においての幸運のある場所とか成功のための方向性はガラッと変わるんですね。で、この1年に1回この変わる流れに乗れる人と乗れない人で、なんかそこから後退していく人とそこから急に上がる人っていうのが出てくるわけで、やっぱり木星ってすごく大事なんです。で、本当にこの木星の移動の波にスッと乗れたら怖いものなしということなんです。で、これ10日に木星が蟹座に移動しますけれども、もうね、その流れはすでに始まっていると言ってもいいと思います。で、木星は分かりやすく12年が公転周期ですから、1年で1つのサインを移動するので、だいたい木星リターンということは、生まれた時の木星の位置に戻ってくるから、干支と一緒なんですよね。だから、蛇年生まれの人は、蛇年の時に、えー戻ってくるのと同じような感じですね。福男とかもそうですね。だから先生術とこれって理にかなっていて、今年の年女は運気がいいというじゃないですか。なので、それってイコール木星があなたの生まれた場所に戻ってますということでもあるんですね。本当につながっていると受け取っていいと思います。そして、この木星が移動するときっていうのは、このちょうど1年の木星の双子座期の流れを一旦清算するときです。双子座の木星のこの1年間に皆さんはどんな成長して、どんな拡大をしましたか？で、このテーマは特に双子座の木星期は、より軽やかなマインドのための学びでした。1年前に言いました。この1年で、このより軽やかなマインドになることを学んだ人は、木星、OK サインが出ますので、はい、じゃあ次は蟹座のテーマに行ってくださいという、上のランクに移れるわけですね。だからこれを確認した上で蟹座木星の1年で、それを次の蟹座テーマへ昇華させる。で、蟹座のテーマはじゃあ何かというと、自分の、あなたの、皆さんの大切な人たちをどう守るか。家族とか仲間とか、今後の人生で孤独にならずに、何があってもそこに戻ってこれるような人間関係の場をどれだけ大切にして、どれだけしっかりと土台作りとして構築していくか。つまりこれから先の人生の基盤をどの
人間関係に置くのか、そういうことにテーマが移ってくるということです。実際に占星術では、蟹座の領域っていうのは晩年を意味する場所です。ですから、最終的にとても素晴らしい人生として集結していくためにとても大事。蟹座の入り口はその基盤を築く場所ということになりますから、特に今40代以降の方でこれを見ている方は、もうこの蟹座木星期っていうのは、ひょっとしたらね、そう何回もやってくるものではない。もちろんまだ何回かはやってきますけど、そうやっぱりこれすごく大事に、もう晩年の準備をしているという感じで、捉えるといいと思います。これから先の残りの人生の基盤となる人間関係、基盤となる仕事、基盤となるあなたの考え方とか信念、どうつながっていくのかっていう計画を立てる、それがこの1年ですけれども、やっぱりこの6月っていうのがそのスタートになりますから、計画を立てるには最適の月だということになります。で、その1日前にちょうど水星が先に蟹座入りをしてますので、よいしょ。なので、コミュニケーションとの彗星がコミュニケーションのエリアでも家族と仲間への思いやりっていうテーマをクローズアップしている6月とも言えます。ほぼね、この蟹座の彗星が強いですから。そして2024年の9月から蟹座、獅子座の間で行ったり来たりしていた火星。この話はもう動画で他にも何回も上げていました。で、その火星がいよいよ17日に乙女座へ移動するということです。ということは、火星は自己表現だから、自己表現のエリアもより乙女座に移動すると慎重さっていうのが求められていく時ということになるので、ちょっとこれまでとガラッと変えないと、6月に今までと同じ調子でやっていると運気が落ちてしまう。これにうまく乗れると上がるという流れになってます。では、ここで毎月の運気に影響する火星までの天体、太陽ね、水星、金星、火星までの内側の天体の動きと流れを整理していきます。まず太陽から、双子座に太陽がいます。あらゆる新しい情報を与えてくれる可能性があり、マインドが超多忙になります。双子座の太陽の季節っていうのは、普段はそれが苦手な人でも、少しでも好奇心があると、学ぶことで、通常よりも理解力が高くなるので、学ぶことをすごくおすすめの時期なんですね。ポジティブな影響が学ぶと出ます。そして後半、蟹座に移ると感情面とかフィーリングの方が強くなるので、少し今度はマインドを休めて落とし込む時間にしていくというふうにするとうまくいきます。それからお羊座の金星前半、お羊座の金星からの影響から、とってもアグレッシブな一面っていうのが出やすい時期でもあります。衝撃的な決断を下しがちなので気をつけるということが大事。特に愛情面で突発的な行動で、後であれ言わなきゃよかったって後悔することもあるかもしれません。でも、お牛座に移ってからは、自分本位な欲求を人に投げつけがちな危険性というのが、今度はまたプラスされてきます。これも気をつけることが大事。ただし、お牛座金星期のいいところは、やはりアートとかクリエイティビティも、お牛座の金星はとっても美しいエネルギーなんです。アーティスティックでクリエイティブな。ここに注がれる美しい季節、音楽とかアートや自然と触れ合うにはもう最適の時期だと思います。それから前半、水星の影響でコミュニケーションは好調ですけど、水星が蟹座に移ると、無意識に感受性がみんな敏感になりすぎて、みんな過剰に傷つく傾向が出ていきます。なので、これは気をつけるべきところですね。理性を持って事実をまっすぐ見るようにしないと、感情的に捉えてしまうとトラブルが多くなります。で、獅子座に移る後半からは肩の力を抜いてコミュニケーションや社交を楽しめる人が多いということです。私はライフコーチングとかスピリチュアルコーチングとかたくさんの資格を持っていたんですけれども、それらを風の時代に合わせて独自にセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座という脳科学と心理学を取り入れた、コーチング講座を提供しているんですが、そこでもお話しするんですけれども、その感情的にそこにあるものを捉えると、やはりいいことってまずないんです。でも人は1回目は感情で捉えるんですよ。だから例えば誰かからのメール、
それがすごく自分を傷つけてるような気がして、なんかそこに例えば反応してしまうとするじゃないですか。でも次の日に読んでみてください。誰もあなたのことを何も攻撃していなかったのにっていうことありますよね。だからその感情的に捉えると後悔することが多いので、これね、ちょっと彗星の位置からも気をつけた方がいい6月ということになります。それから火星ですね。中盤までは獅子座にいます。その火星の影響で体力面とか精神面や社交の場所ですごく元気な人が多いです。だけれども、モチベーションとか自己顕示欲もすごく高くなってるんで、もっと称賛されたいみたいなエゴっていうのは獅子座の火星期の最後にぐっと強くなるんですよ。もう出ちゃったらできないから、もう今のうちにもっとみんなに目立っておきたいっていう、エゴもすごい高くなる時で、それ外から見てると見えちゃったりするので、気をつけましょうということですね。それから乙女座に移る、後半からは仕事に情熱を注ぐ人も増えていきそうですから、サボってるとちょっと抜かされていくよみたいなこともあります。そして乙女座に移ると、乙女座の火星期は組織化とか方法論とかが必要なプロジェクトに取り組むのに適しています。ちゃんとステップになっているものとか、分かりやすく一つずつやっていくものとか、これをするにはこれをした方がいいという、とてもね、そういう乙女座的なエネルギー。それから、健康とかウェルビーイングに関する問題にも焦点が当たる時期です。エネルギーの使い方とか、その精度とか集中力っていうものも加わる時でもありますから、なんか健康やそういうものに関して、ちゃんとね、信頼できるソースからしっかりと学び、それによって計画を立ててみるみたいなことはとてもうまくいくときです。そして拡大と学びの天体である木星が1年に1度サインを変えるということは、人生で拡大したいものとしたくないものというテーマにおいて最も大きなエネルギーシフトが起こる。さっきも言いました。大事なので何回も言います。間違いありません。木星の移動の月に生活とか仕事や人間関係においての幸運のある場所が変わるんだとしたら、そこにいち早く乗っていった方がいいに決まっているということになりますね。なので、今月のこうした天体の移動により、特に火星と木星が今月セクスタイルという非常にいい位置関係になることで、強さ、勇気、幸運、寛大さっていうものがもたらされる可能性のある月なんです。で、自分の中でこうしたエネルギーを持ちたいと感じている方は、こうしたエネルギーからの恩恵を他者から受けたいと感じる方もそうですけれども、今月がチャンスですので、主に今言ったこの木星のね、恩恵を受けるための、12星座別の6月の簡単なアドバイスを最後にドワッと言っていきたいと思います。Are you ready? お羊座。家や家族のテーマで大きな変化が起こるとき、これまで以上に話し合って、今後の計画やビジョンを明確にした上で、居場所とか家族の在り方を協議すると、すごくいい月になります。土星と海王星がお羊座にいるために、現実的で実用的な思考と理想主義の間でコンフリクト、摩擦が生まれそうなんですけど、これはもう一人で絶対悩んじゃダメ。必ず信頼できる他者に相談して、そうするとすごくうまく解決していきそうです。お牛座、支配性である金星があなたのお牛座に入ります。社交とか趣味のテーマですごく忙しくなりそう。コミュニケーションとか人間関係の課題は自分自身の魅力を生かす意識を持って対応することでスムーズに解決していきそうです。少し体とかマインドを休める時間も必要かもしれません。双子座。双子座らしい軽やかなマインドも双子座の季節ですから、あなたの軽やかさ、マインド力、頭の良さ、双子座の人は実際みんなめっちゃ頭がいい。言葉を使ったコミュニケーション能力など十分に発揮されて、その魅力的なタレント性、これも双子座の人、タレント性すごい持ってる人が多いので、それで人を引きつけるエネルギーが高くなる時です。より自分自身に対する自信というのを獲得して、次のステージへと準備していきましょう。蟹座、ラッキー惑星木星があなたのサインに入ります。人生のターニングポイントとなる月です。間違いなく。
水星も太陽も蟹座に集合して、コミュニケーションの活性化が起こります。人と話すことによって明確な未来のビジョンが形成されます。たくさん人と話してください。同志とも師匠とも生徒ともたくさん話してください。そういうつながりがもっと波動の高いものへとレベルアップしていきそうですね。獅子座、火星の移動によってエネルギーの転換期となります。火星が出ていきます。過剰に一人で突っ走ろうとしていた、はっと熱が冷めるような時。そうだった。友達とかメンターからの的確なアドバイスとか、そういうものがやっぱり必要だった。なんかこの1年思ったように動かなかったぞという方は特にです。そこに耳を傾けることによって見えてくる広い視点があなたを助けることになります。もう一度人とつながりましょう。乙女座、懐かしい友達や同志と呼べる人間関係のテーマが活発になります。友人との楽しいひとときを最優先させることで、今後の展開が楽しみになります。乙女座は本当に一人でいるともったいないサイン。一人でいると良さが発揮できないんですね。人と関わることで、その才能が開花するサインです。だから素晴らしいんです。結局人をやっぱり助けていくっていうのが乙女座なので人との交流を楽しんでください。それからクリエイティブな活動も基地となります。天秤座、双子座木星期の1年間を過信せずに自分自身の成長、精神的な成長に取り組むかどうかっていうのはとても天秤座はテーマだったわけですけど、それをしていれば今月めちゃめちゃいい月になる。だからそれをしたかどうかっていう結果が出るっていう感じですね。実はもう天秤座に今月は仕事とか社会的な立場で大躍進する可能性がめちゃめちゃ高いので、もしそれがチャンスみたいなものがやってきたら楽しんで受け取っていきましょう。この先生術的には最高の時期にまだ停滞を感じているならば、それはちょっとおかしい。天秤座は今停滞しないはずだから。ということは何か自分の内面でまだ解決できてないものがあるなら、それをさっさと解決しないと、蟹座、木星期の恩恵を受け取れないのでもったいないです。さそり座、刺激的な月となりそうです。さそり座に対して火星も冥王星も太陽も木星も全部注目している。なんかみんながさそり座を見てる感じ。そんな月です。今月は他の人との交流とか学びや目覚めの時と捉えて、積極的に自分を成長できる意識を持って、いろんな場所に出向いてみましょう。参加してみましょう。体験してみましょう。すると、そこで思いがけない才能が開花したり、自己表現がロックされていたところがアンロックされて、なんか別人のように生まれ変わっていく可能性はとても多いと思います。いて座、ここから先の未来のビジョンをクリエイトするためのインスピレーションを宇宙から受け取るときですよ。ワクワクしますね。テーマは楽しむこと。それが仕事であっても、責任を請け負う場面であっても、楽しむっていうキーワードを入れることで、長期的な目標に設定することが可能です。以前は不可能だと思って削除していたビジョンに対しても、もう一度、あれやっぱりそっちでいけるかもというやる気が戻ってくるかもしれません。そしてそれならば絶対やった方がいいです。ヤギ座、家族や住居、家そのものに対しての改善を前提に見つめ直すとき、絶対に変えた方がいいことがあるはずです。なので、頑固に押し通さないことですね。一方で、そういったストレスはいっぱい溜まるときなので、それを発散させてくれるのは、やっぱり友人関係です。SNS を通してでも構わないので、気晴らしのできる交流を楽しんでください。他人からプラスの運気をこういうときは受け取ることが大事です。水亀座、コミュニケーションにおいて他者との間に生まれた誤解があるならば、積極的に解決すべく動いてみましょう。潔くごめんという態度が功を奏して、問題が全部タタタタタと解決されていく。だけでなく、より、じゃあ、ね、これやってみないってポジティブな展開につながる可能性がすごくあります。それからセルフケアの向上にも目を向けることが大切な月になります。魚座、これからの財政計画を立てるのに最適の時です。これまでは恐れとか自信のなさから魚座さんあるあるですね。計画する前に、いやいやいや、私なんてっていう削除していたアイデア。これもう一度可能性を信じて再考してみましょう。特に蟹座に木星が移ってくると、魚座にも応援の風が吹くんですよ。この1年大事に過ごしましょう。
これらは、今、火星、木星、金星の移動と、先日末に移動した土星の影響をまとめて導き出した、ミニミニ、のところなんですけれども、もうこのまとめる前の原稿、もっと長い詳しいものなど、それぞれのサインの影響がね、たくさんありますから、なので、12星座別のテキストはまたノートにて、シェアをしたり販売したりしておりますので、そちらが気になる方はそちらもチェックしてみてください。それから、そうですね、今回もこのセプタクルなソウルジャーニーコーチング、のリーディングのカードをやりたいと思うんですけれども、これを送っている間に、ぜひチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録お願いします。それから公式 LINE なんか登録していただくとお得な情報などもあります。そしていつもインスタグラムで毎週金曜日に開運の音とかエネルギーをお届けしているので、受け取っていただくと1週間ラッキーに過ごせます。ぜひインスタグラムをチェックしてみてください。では今日の1枚引きです。パンドラです。パンドラも小惑星で、ずっと火星の動画でたくさん登場してると思うんですけど、火星とパンドラっていうのは去年からずっと連動して動いているんですね。ちょうど火星の話をしましたけど、パンドラは新しい希望の箱を開けるから、今までとは違うまた拡大運、希望運、開運の扉が開いているということです。ですから何か滞っている人も諦めないで、6月から新しい扉が開きますよ。ポジティブに捉えてくださいという意味だと思います。ということで、以上です。素敵な6月をお迎えください。